今90ですで、何年もつくかわからんですけどね、仕事せんでも誠の仕事は、見てでもよかですよね。それでも楽しかですよね。水害の時にですね、日本中いろんなところからですね、手を差し伸べていただいて、そういう経験をして自分も何かできることないかということで、被災地でそうやって頑張ってる方にですね、後押しができればなという気持ちで叩いてます。いらっしゃいませ。佐古田と言います。食右衛門ジャパニーズフードクラフトマンを運営しています。で、今回の動画の内容に関しては、2024年1月1日に起こった能登半島地震のためのチャリティー動画になります。で、今回は、ミノモカジアさんと一緒に協力してチャリティー動画を、作ります。今回はボンド&ジャスティスさん、物資支援を行っているチャリティー団体を通して、寄付いたします。今回ですね、ミノモカチヤさんの作る、絆包丁ですね。前回投稿した動画とはちょっと違う包丁になるんですけど、その包丁をですね、海外にのみ販売をして、そこの売り上げの一部をボンド&ジャスティスさんを通して、寄付いたします。今回このチャリティー動画を作ろうと思ったきっかけなんですけど、ミノモカチヤさんも数年前に豪雨災害にあって、その時に鍛冶屋自体が浸水するほど大きな被害を受けて、で僕自身もちょっと昔ですね、震度6の地震にあったそういった経験もあって、そういった時にいろんな方々から、協力をいただいたので、今回僕たちも今度はその、支援する立場として何かできないかということで、このチャリティー動画を作ろうと、思いました。これから流れてくる動画の内容なんですけど、実際に、絆包丁が作られる過程が流れてきます。その動画を見てですね、私たちの取り組みにですね、ご協力いただける方はコメント欄もしくは概要欄にショップの URL が貼っていますので、ぜひ、よろしくお願いします。あ、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。というところでキャンプを行います。現地時間2月9日からバッテリー組14日。乾杯は。まずコーヒーで乾杯。このくらい。これ包丁、今の包丁の材料ですよ。今から叩きますから、見てみてください。この焼けたたや目で見ながら焼き具合でこれ持っていくんですよね。半端焼けにはいかんですから。ね、これはもう石川県能登ですね。私たちも被災しました。やっぱ分かりますよ、気持ちがですね。本当ですよ。石川の方たちも何年立ち直るか分からんですね。これはきつかですよね。だって一番ほら時期が寒い時期だったでしょ。ですね。本当かわいそうかですよね。やっぱ気持ちが分かるですよ。ここからここまで来るまでがですね、足が痛いんですね。いや、行きません。あっち行ったこっち行ったそういうもんですけど、もう今度はお会いしますで見とってください。あだわすかんとですね。
いや、いかんですよ、これ、足が痛して。運動せんばいかんですね。もう、年寄りですね、怪我せんごと、足が上がらんでしょ。もうで、これ引っかかってそけどんすとまた怪我するしですね、そこ一番注意するとですね、これ来た時はですね、今90ですで、何年もつかわからんですけどですね、こうやってここにおって、仕事せんでも孫が仕事とは、見てでもよかですよね。それでも楽しかですよね。熊本もそうやったですね。その前が熊本は水害のあったですよね。ボランティアの方が来てもらって、モーターとかなんとかやっぱ掃除して修理してもらって、でやってるおかげで肺を立ち直りました。感謝感謝ですよね。それが一番ですよね。人吉水害の時にです、日本中いろんなところからですね手を差し伸べていただいて、でそのおかげさまでこう復興に向かって一歩ずつ進めるということが被災して初めて知ったんで、そこからそういう経験をして自分も何かできることないかということでこうやって絆包丁を作らせていただいてるんですけど、被災地でそうやって頑張ってる方にですね、自分も少しでもこの作ることで手助けできればなという気持ちで叩いてます。この包丁のこの傷というか、これが土目というんですけど、わざとハンマーに傷をつけたハンマーを使ってですね、このハンマーで叩いてあげることでこっちのこのボコボコがですね刻まれて、こういうふうな模様が入っていきます。能登半島石川県の方々はですね、本当今寒い中耐え忍ぶような感じで頑張られてると思うんですけど、私たちも遠くからですけどできることを少しでも後押しとしてですね、この絆包丁がなれればなって思いますので、どのくらいの方に賛同していただけるかはですねまだ分かんないんですけど、どうも感謝の気持ちしかない包丁なんでですね、私も本当感謝の気持ちで作らせていただきたいなと思います。次がですね、これをまっすぐ伸ばして、でグラインダーでの成形作業に入っていきます。曲がってるとこ力加減しながら叩いてあげて、背中を叩いたら次刃の方がまた別の動きをするんで、それを両方うまい具合叩きながら、刃の方背中の方の曲がりをうまい具合調整していくのがですね難しいところです。ある程度の型に切ってでまっすぐ戻したこの包丁を次はこのグラインダーを使ってさらにこのいびつなボコボコして出てるところを削ってですね、綺麗な包丁の形に成形していきます。でここで包丁の形が決まります。成形が終わった包丁と何もしてない包丁なんですけど、成形する前とした後でどこが違うかと言いますと、分かりやすいのはこのアギというこの角がしっかり出ているかとか、あとはこの刃先にかけてのカーブもちょっといびつだったカーブが綺麗なカーブになってるしですね、こういう感じで全部ある程度同じ大きさ形に。次がですね、もう一回この機械でやるんですけど、ちょっとこっちのバフをですねペーパーに変えて削ってあげて滑らかにしていきます。
絆ってここで掘っていきます。この支援傍聴を通して被災地にですね、後方支援としてお力添えいただく方々で絆としてつながって、今回で言えば能登半島でですね、被災された方々の後押しが少しでもできるようにやっていければなということで、絆ですねというふうに掘ってます。これから縁起でもないですけど、いろんなところで自然災害がもしかしたら起こるかもしれないですけど、そういう時にまたこうやって助け合っていければなという気持ちもあってですね、絆って掘らせていただいてます。今からやっていく作業がですね、だいたい包丁の全体の3分の2ぐらい、この辺りまで鋼がこの真ん中に入ってるんですけど、この辺りまで研いでいってあげて、鋼の出方とかを見ながら研いでいきます。今から包丁に水と石で刃をつけていきます。仕上げの一環でだんだん研いだ目を小さくしていく作業です。日本を代表するような工芸のそういうところが被災されたのもやっぱり工芸仲間としてはですね、やっぱり早く復興してほしいなという気持ちあるんですよね。負けずに頑張ってくれっていうしかないですよね。お互いに一生懸命頑張って元の生活ができる元の石川県は元の石川が戻るようにですね、一日も早く頑張ってほしいですよね。手前が作業的なぼかした作業といって結局柔らかい鉄をワイヤーと石粉で傷をつけて白っぽく色をつけた。で刃先の方が硬くてワイヤーがかからずにそのままの形に残るわけです。立場はほら地震と私たちが受けた水害とちょっと災害自体は違うとですけども、同じそういう何ですか被災されて向こうの心情もなんとなく分かるし、
直接的には何もできるんですけど、支えじゃなかったですけど助けになればなというような感じはですね、熊本市内、人吉の場合がほら、震度5強か5弱だったわけですね。で震度7とすれば全くその揺れ方は違ったでしょうけど、もうそういう地震自体がトラウマになって、空を見上げればちょっと変わった雲が出たらもうまた地震が来るよとか、やっぱりそういう感じでずーっと言われてたんですよね。もうちょい首見た方がいい。